こんにちは、ゲギです。今日はホーチミンからベンチャーに来てます。で、今朝のことなんですけど、朝、ちょうど僕が運転してて、で目の前に走ってたバイクがこうぶつかって、軽い事故があったんですよね。軽い事故があって、バイク2台ゴーンってぶつかって倒れて、で僕もびっくりしてちょっと唖然としたんですけど、こういう時なんていうかな、こういう時ベトナムだと人が一気にわーって集まってくるんですよね。でこうすぐバイクも起こしてあげて大丈夫かみたいな。でちょっとそこで倒れた人もすぐ路肩の方に連れて行ってくれたりして、本当ああいうところはすごいベトナムのいいところだと思います。なんていうか、見返りを求めない行動力、もうとにかく速い、もう迷わない。いや倒れてたらこう助けるのが当たり前だろみたいな、本当そういうところはすごい日本も見習うとこだなと思って、いつもすごいなと思って、やっぱ僕見てるだけなんですけどああいうとこは本当そういうベトナム人の行動力の速さ、こう俊敏に動けるところ、メールの返事とかもすぐ返事してくれるし、ああいうところはすごいいいなと本当思いますね。日本だとこう目の前で事故が起きたらやっぱり大丈夫かなっていう前に、助けた方がいいのかなとか、助けない方がもしかしたらいいのかなとか、なんかそういうちょっと無駄なこと考えちゃうと思うんですよね、結構日本人の人って。でもベトナムだとそういうところがないから、もうとりあえず助けて当たり前でしょみたいな、助けて何が悪いんだみたいな、そういうところが本当ベトナムのいいところですね。そのせいか日本に来たベトナム人留学生とか、技能実習生の人たちがこう日本人は冷たいとか、こう電車乗っててもこうおじいちゃんとか、お年寄りの方に席を譲らないとか、そういうふうにこうたまにフェイスブックとかで書かれてるのを見ると、ちょっと心痛いですけど、ベトナム人がそういうのを言う理由もここにいたらなんとなく分かりますね。ちなみにですけど、僕は18ぐらいの時かな、18は今36だから半分や。その18ぐらいの時にこう福岡、その時ちょっと学生だったんで福岡いたんですよね。福岡で学生してて、でバスに乗って、で目の前にちょうどおじいちゃんが立ってて、で僕椅子に座ってたんですよ、バスに。でこれは席譲らないといけないんだと思って、やっぱそういうふうにこうなんていうか道徳の時間に習うんじゃないですか。なんでその時僕席譲ったんですよ。どうぞよかったら座ってくださいみたいな感じで。そしたらなんか知らないけど僕逆にめっちゃ怒られて、なんかもう年寄り扱いするなみたいな、すごい怒られて、もう本当僕は、日本人みんながそうじゃないと思うんですけど、僕はなんかあの時以来ちょっとバスで席譲るっていうシーンがあったら、やっぱちょっとその時がことを思い出しちゃいますね。そんなの忘れて、それでもどんどんやっぱ譲った方が普通にはいいのかもしれないですけど、やっぱ日本ってそういう人いますよね。プライドが高いというか、何なんだろうな、そんな怒鳴らなくてもいいのにね。本当怒鳴られたんですよ、その18歳の時バスで席譲って年寄り扱いするなみたいな感じで、すごいバスの中で僕も席譲ろうとしただけでなんかすごい恥ずかしい思い、逆に僕の方がして、そんなちょっと昔の思い出です。でもそれを思うと逆にベトナムには席譲って怒る人はいないんじゃないかなって感じですけどね。